党より衆議院に提出したる選挙法改正、法中改正法律案は、現行法中の納税額によって選挙人の資格を制限することを廃し、すでに相当の年齢に達し、ある期間一定の住所にあり、かつ独立の生計を営む男子にあまねく選挙権を与えんことを志願としたものでありまして、かくして国民のなるべく多数の者に国家に対する責任と義務を負担せしめ、国家の重きを国民多数に分担させようとするのであります。しかし逆のごとくいたしますときは、全国民各自の国家に対する責任の観念も深くなり、ますます国家を安泰ならしめうることとなりますが、従来のごとくに一部少数の人のみが政治に参与するに過ぎないような制度では、これに参与できざる他の多数の者に不平を抱かしむる結果となるのを免れないのでありますから、選挙権を拡張して国民票の変動に対する安全弁たらしむることは極めて必要なことであります。あるいはすでにその権利を得ておる人から見れば、他の多くの人が同じくこれを得てその仲間に入り浸るのは、一見喜ぶべきことでないように思われるかもしれませんが、納税すなる者にもすでに兵役のごとく重大なる義務をあしめておるほどなれば、一人反省の方面においてこれを拒むのは決して穏やかでないと信じます。元来納税額の多少によって階級の別を生ずべきものではありませんから、納税の制限を撤廃することをもって階級を打破するものということのできないのはもちろんでありまして、原首相並びに政府側ではしきりに今回の提案をもって階級打破を目的とするものであると言っておりますが、格納ときは全く他を周囲の離れしきものであって、原首相のことこそかえって階級戦を挑発するものであり、また政府の言動こそかえって危険の結果を誘致すべきものであります。各法案の理解特質は明らかなるにかかわらず、政府はしきりにこれに反対し、衆議院においては彼らの反対意見賛成者多数にして、政府またこのことを認めたりしに、その真意に対しては十分の討論をも尽くすのいとまなきに、突然解散を断行したのであります。格納ときは我が憲政史上非常有のことで、不法不当実に言語に絶し、憲法の精神に背くこと甚大なるものであります。従来衆議院の解散の行われたことはしばしばありますが、それは議会と政府と衝突し、議会の多数が政府に反対したる場合、やむなく行われたもので、今回のごとく政府党が多数であって政府の勝利にすべきこと明らかなる場合に、みだりに解散を行ったごときことは未だ一回もありません。しかしてこれがために国家通常の予算案は不成立となり、政府が一日も許すべからずと称したる国防計画は減じせられ、各地の新計画はことごとく葬られ、管理の増法、音響の増加も、交通通信機関の拡張改良等、一つも実行せられるに至らずしてやみましたが、政府が格納とき重大なる規制をも顧みずして、なおかかる不法をあえてしたるゆえんのものは、一生内外の政務につき、非常の行き詰まりを生じ、このままにして進めば政府は倒壊すべき運命にあること明らかとなりしより、一時この中共を逃れ、しかしてかねて彼らが非道に
有利なるように実案制定しおきたる新選挙法により総選挙を行い、主需の干渉圧迫を加えて政友会議員の多数を勝ち権と食わせたものであることは疑うまでもないことであります。彼らの眼中、全く国家の理解重責なく、単に総理党益を念とするものなることは、彼らの歴史と今回の第三戦を非常に見て明らかなるところで、かかる姿勢を書かれ、かかる不法をなす政府は、一つその存在を許せば、一律国家に不利をきたすものでありますから、今回の総選挙には、ぜひ我が同志の多数を当選せしべて、その力によって政界の革新を図り、国家の不況進展をいたさんことを切望しておるものであります。私はその機会において閣議に対し、我が同志を一人も多く当選せしむるよう、十分なご尽力あらんことを望みます。